はい、皆さん、こんにちは。お久しぶりです。皆さんに質問です。業績が好調だからといって値上がりで儲けたことってどれくらいありますか？株価っていうのは結局機関投資家によってコントロールされて、決算発表の時点でもう仕込まれてるっていうのが意外と多いんですよね。人間と馬が綱引きをしたら絶対負けるので、喧嘩するんじゃなくて馬を乗りこなすようにしましょう。このチャンネルは機関投資家っていう馬に便乗して儲けていこうという紹介が多いです。そもそもね、私たちはお金を増やすことが目的で投資を行っています。3000年前、中国の孫子の兵法でこんなことが記されています。勝利とは戦う前からすでに決定されている。未来の株価がどんな動きをしようが確率に基づき、トータルで負けるというパターンはね、決してない。いや、勝てる勝負しかしないんですよね。今回の内容は税金の抜け穴で、無法地帯の領域。こんな利益の出し方もあるよ。そういう動画です。儲かる手法をメンバーシップ限定にしてほしいという意見もありましたが、心配ない。いかに楽にして情報を仕入れて、機関投資家の利益に便乗できるか。値上がりしないことを前提に配当金でカバーできる。最悪を想定してリスクを自分でコントロールできるアルゴリズム設定も公開していきます。業績分析するチャンネルから標準的な人の売買の心理をつかんで落ち着いてレンジ相場で仕掛ける。このチャンネルの登録者はクレジットカードの還元率の説明とか、投資の失敗パターン3選とか、そんなの見てもね、利益に直結しないことを知っています。いや、僕も散々ね、無駄な時間を過ごしたかなと思って、スティーブン・コビー著者、7つの習慣では、影響力の輪、知識の輪に言及していて、他人を妬んだり比較するのは本当に時間の無駄って書かれてるんですよね。株を買って自分が主体的となり、環境を変えていく行動をとっていく、影響力の輪に気づいて意識して生きていく教養がある方が多いです。早速株を選定して行動に移して現実を変えていきましょう。アルペン3028総合利回りは 4.5%。スポーツ専門店では最大手、スポーツ用品店、ゴルフ用品店を全国展開しているフィットネス事業もやっているようです。配当利回りは 2.5% で、本来だったら高配当銘柄ではないのですが、2000円相当の株主優待券が6月と12月の年2回合計4000円あるんです。100株が最大効率で総合利回りは 4.55% になるようです。なんですか、質問があるみたいですね。近くに店がないんだよって Amazon で済ませてるって？実は僕もね、近くには店はなくて Amazon で頼んでおります。しかしそんなの関係ないです。他の投資チャンネルでもいくら相当の優待とかありますけど、銀行の口座に一切関係してないじゃないですか。お金じゃないじゃないですか。目的は利回り 4.5% をお金にすること。皆さん想像つきます？そう。メルカリで売れちゃうんです。4000円の優待券が3900円で売買されてるんです。3900円でメルカリで売って手数料が 10%、送料が63円のミニレター、最終的な利益は3447円。これがどれくらいすごいかってわかります？株での利益は税金が 20.315% 発生します。100万円だったら20万円くらい。メルカリでの利益っていうのは、これ、不用品の販売のため、課税対象ではないんですよね。なので、優待銘柄を複数保有して、家族分持ってとかね、4万円の利益を僕は出したんですけど、全部非課税、申告不要、しかも、非課税っていうことは、住民税も社会保険料、所得税、健康保険税、に影響はなく、しかも親の扶養から外れる心配もない。これは結構ね、アルバイトや学生や専業主婦に使われる手法です。知らない人が多いかもしれないですけど、ちなみにメルカリでこれすぐ売れます。金券っていうのは現金と同じ価値があるから、でもお金じゃないから課税されないっていうね、めっちゃおかしい。話をまとめると、優待の金券に相当するものは、お金に換金ができて非課税。優待銘柄をたくさん保有すれば、お金入るけど一切課税されない。っていう手法が取れます。留意点としては、業者並みに販売して、販売目的に仕入れると税務署から指摘される隙が生じます。桐谷さんのレベルくらいなので、運用資産2億円くらいになったら考慮しましょう。チャートでお得感、今検討すべきか。2021年8月の最高高値3865円から現在は半分 50% 下落しています。レンジ相場でチャートの波を分析すれば、再び波が来ることが予想できます。半年周期で信用買いが高まり、出来高が通常の15倍になるっていう状況が存在しています。周期的に。大規模なファンドや投資機関の売買活動が観測できています。この時点での判断。あとは過熱感はなくて、周期的な動きをしているので予想がしやすい。配当の履歴、安定性、気まぐれかどうか、記念配当の誤差ではないか、減配しなさそうかの確認。コロナショックでも40円の一定配当を死守しています。さらに2020年から 25% の配当を増やして50円。業績が一定でコロナの感染対策や
社員のコミュニケーションの低下により低迷していた純利益が改善の目処が立ってきましたね。減配の理由もないし、その減配の意思もなさそうです。よって、配当の安定性は十分に安全。指揮法、株主構成、特定株、不動株、見ての通り、水の一族の権限が絶大です。自分たち以外が株価をコントロールされるのが嫌な様子です。発行株数のトータル 62% を水の一族が牛耳っているので、自己資本比率ももう高くて当たり前。親会社の水の8022を買うのと同じでは、親会社を買うべきかって見てみましょう。配当が 1.9% としょぼいので買いませんね。一応優待を見ても割引券 20% とか無駄遣いしないと発動しないので全然ダメですね。資産運用で無理をする。自分で設けたルールを守れない人はお金に嫌われるから、もうこういうのはね絶対買っちゃダメですね。会長の影響力を見ました。なかなかのやり手ですね。会長は2021年60億円の株を売却しています。チャートと照らし合わせると伸びを鈍化させ、歪ませる影響力があります。これも保有割合を 3% 減らした程度で、認知症とかで急に全部売却したら大暴落しそうですね。実際は株価のコントロールは違法で、しかも特定株に分類されるので、売却株数にも制限が設けられています。会長は1台でアルペンを2000億円企業に成長させました。豪邸に住み、ネットの評判は悪いです。顔が悪そうに見えるのは僕だけでしょうか。会長の息子である水野敦も筆頭株主に名を連ねて社長をしています。60億円の株を2016年8月に売却もしています。一方で、水野ホールディングスはアルペン会長とは連携して動いてはないようです。売却も5億円規模で株価を動かすことはなさそう。株主の性格がチャートにも現れるので面白い銘柄です。社長に会社に貢献するとみんなに好かれる愛着ある表情になるのは不思議ですね。特定株が多いのは 72.3% と高いのはわかりますが、これまで解説した銘柄と比較して特徴的なものは不動株が多く市場に流通している点ですね。特定株は企業の自己資本の一部であり、株主には通常株主と同等の権威を与えられますが、特定の優待処置も提供しています。一般的に特定株は定期的な配当支払いを受け取る権利とか、企業の財務状況が悪化した場合に優先的に資産を受け取る権利などを持ちます。不動株と特定株、いずれにも該当しない株は未公開株といって、売買ができないため市場には流通しません。ですので、流通する株 30% 以上水の一族が保有しないと会社を買収されているリスクが出てきます。また、為替の影響をかなり嫌ってる保有で、外国人保有率、通常は 10% 前後に対して、これはアルペンは 5.4%。結論このようなことから、チャートの動きは人間らしい単純な動きの可能性が高い。僕たちが売買する不動株 20% 近く多いので、個人投資家が今の株価をどう思っているのかが分かれば、簡単に勝てそうな動きとなります。PR、PBR、ROE、事業内容、事業、スポーツ用品の販売及び製造を主たる事業を行っていて、高校生の時にロードバイクを購入してお世話になりました。キャンプ用品も取り扱い、アウトドアならこのお店を訪れてウィンドウショッピングするのも良いでしょう。PER は 15.1。水野ホールディングスの 8.6 より収益率は悪いですけど、過熱感はないですね。ROE4.7%、親会社の 8% の及ばない。しかし、コロナ明けで改善していくのと、配当金さえ出してくれれば、僕たちからすればもうどうでもいいこと。時価総額。これは安全の指標とも言い換えられます。560億円程度。出来高は10万株以上。出来高が多い銘柄は市場での取引が活発であり、売買の執行が容易です。大量の売買注文が存在するため、注文が迅速に執行される可能性が高くなります。これにより、投資家は市場価格に近い価格で売買をすることが可能です。出来高を見るっていうことは、みんなが利用する大通りか裏路地の危ない道に似てるんですよね。出来高が少ないと、1円安くしても買いたい投資家がいなかったらどこまでも落ちていくし、付近でチャートの分析も精度が落ちてくるので、出来高が10万株以上の銘柄でエントリーしましょう。で、この画像のように出来高が急増すると、参加者はまだ株を持ってない段階。出来高が急増すると需要が高くなり、株価を押し上げます。テレビ等のニュース業界に権限がある機関投資家は事前に買いを仕込んでおいて、ニュースで事業発表や業績発表や上昇ニュースを発表します。で、そこに投資初心者が稲子として株価を上げていきます。このグラフ面白いところは、120円のピークで出来高が第2波が来ているにもかかわらず、値段は動いていない。つまり需要と供給が拮抗している状態なんですよね。この状態で機関投資家は利益確定してもう売ってる状態。でも個人投資家がいっぱい買うってやってる状態。つまり、初心者がトランプの最後の馬場を引かされている状態を見てるんですね。そんな哀れな人々が条件に浮かんできます。なんとかわいそうな人たち。
倍率の変化。半年間隔で売りが100万株以上に達したら買い戻しています。去年の12月に信用買いが全部解消されていて、確かに信用売りが増えていた2050円ほどで信用売りにして、2000円で下がったところで100万株買い戻して儲けています。2023年現在、5月から株価は下落しているのにもかかわらず、信用売りは周期ごとの売りを増やしている状態。儲ける気かな？あと4ヶ月以内に買い戻ししないといけないので、買い圧力が強くなってきているかな。結論、機械的な動きで心理が一切読み取れなかった。方向性にも欠けるチャート分析第2段階。株主構成で参加者を確認して、時価総額と出来高で安全性の確認を行い、信用倍率で個人投資家の心理を確認。それを踏まえた上でもう一度チャートを見ます。読みにくいチャートって言っても、半年間の値幅は大したことなく、1900円から2080円のレンジ相場。5月10日60円の大幅下落。規模感からして機関投資家が2000円で売却したようです。ゆっくり売れば2050円で売却することができたのに、アルゴリズムを採用している機関投資家は一気に売るので、買い手がつかず、ここまで下がる状態です。で、水の一族なら、2021年に株価を下げない程度にゆっくりと売却していくはずですし、部外者の機関投資家の仕込みでしょうね。機関投資家が1932円で5月26日に仕込んでいますから、出遅れてしまったっていう感じ。1ヶ月間隔ででも仕込んでいるので、再度1980円にアラームを設定して機械に観察してもらいましょう。次のアルゴリズム価格設定コーナーで全部の価格設定を解説します。注文価格設定、アルゴリズムの設定公開。僕に限らず、投資家は最悪のパターンを想定して、それが許容できるなエントリーするのが原則です。購入してから 9% 下落を続けている状態は、明らかに自分の予想外のことが起きている。長期で株主優待もらうつもりだったんだ。配当金もらう予定だったんだ。とか妄想し始める初心者が多いんですけど、いや、お前そんなつもりで買ったわけねえだろう。熱い鍋を掴んだら、早く離さないと火傷して重傷を負います。購入する理由は利回りが高く、チャート形状が読みやすいから、今回のね。よって100株以上保有する必要はないです。値上がりのキャピタルゲインを目標としていないから、理論値は株価横ばいで利回り 4.5% をもらい続けること。保有する期間が長くなるほど、値上がりの期間が多くなる。最悪 9% 下がり手放すことになったとしても、1年保有で、損失は相殺される。成功する確率の方が高い。こんな銘柄を複数持つことで、絶対勝つ仕組みになる。6分の1失敗の確率のサイコロがあったとします。一度負けて帰っていく初心者。でも実際は何回も挑戦している。なので僕は去年は利回り 32% で 20% 以上3年間継続しています。って言っても今は運用額は600万円ほどですが、買うときはお金を失う恐怖は一切ない状態。勝つことを確信して買っているから。では皆さんお待ちかねの値段設定に移りましょうか。機関投資家が1932円で仕込んで売却していないようなので、再度値段が下がった1950円以下でエントリーすれば配当金とキャピタル両方を得ることができます。差し値注文してしまうと現金がずっと拘束されてしまうので、1979円でアラーム設定を行います。1950円で購入できたらアルゴリズムを設定して絶対自分で売却しないようにしてください。あなたより100% 機械の方が1ヶ月以上監視してくれますから、人間の気持ちは合理的にできてないから自分も信用しない。損切りラインは 9% 下落した1775円、10% 損切りすればという意見もあるんですけど、1% の損失を減らしたいから、5% の損切りだと誤発注で振り落とされることがあります。それに加えて、その程度の含み損をカバーするのが利回り 4% の銘柄を選んだ理由です。トレーディング開始は2067円、配当金の2倍以上の利益を1年以内で回収する。この時点で価値確定なんですけど、利益をアルゴリズムで極限まで上昇させます。106% の値上がりにとどまらず、上昇トレンドになっている場合が多いんですよね。最高値を更新して72円下落したら、潔く利益を確定する。十分な利益があるんですから、欲張るとギャンブルする癖がついているので注意です。今のあなたは興奮して正常な判断ができない状態。もう値上がりしていつ売ろうかなっていうのはね、過去に設定した自分を信じましょう。配当利回り 4.6%。これがどれだけすごいか。投資をしない人間に対して、資本主義国家は結構ね、冷徹で、お金の価値は減少するように設計されています。昔、ガソリンが100円の時代、軽自動車が25万円で買えた時代、自販機のペットボトルが130円で今は160円。物価が上昇したとは言いますが、物が高騰してるんじゃないんですよね。お金の価値が下がってきている。2022年は 2.5% のインフレが進行した。老後2000万円問題で貯金して安心している家族っていうのは、20年後に2000万円の貯金に対して800万円相当の価値が消失しているっていうこと。貯金により投資してお金を別のものに変換する必要があるっていうのをお金持ちは知ってるんですよね。これはとても大切。
お金の本質。なぜ株は儲けて当たり前なのか。お金を株に変換すると、インフレの影響がかえって有利になります。今わかりますかこれ言って。お金の価値が時間とともに下がっていくわけですから、株価の評価額が上がっていくんですよね。これは株、不動産、ゴールド、仮想通貨、すべてに当てはまります。お金の価値が下がっているので、お金持ちは他のものに変換してインフレを逆手に対策しています。私も大学生の時から株は守るための行動です。お金の性質を理解していると自然と増える仕組みが確立されていく。株の紹介をして実践を交えることで自分が知らなかった危機に気づいて人々は必死で知ろうとする。生きられるのか？家族に教えられるのか？命がかかってますからね。チャートを見て今購入すべきか？だから進めてるんですよね。今年3月から値下がりし始めて取引していた人々より安く買えるチャートになっています。つまり買いを今検討してもいいってこと。他の投資チャンネルで7月のおすすめ優待とかあるんだけど、これ今買ったら下がるじゃん。なんで進める？っていうのが結構頻繁にある。これを見ているリスナーは分かってる教養ある人が多いです。儲かる銘柄を紹介していないんですよね。他のチャンネルは人間の意識が集まってる銘柄、業績が良かった銘柄を紹介している。僕はさらに今買って儲かる可能性が高い銘柄をマークする。なので僕のチャンネルは自分が保有して利益になる株を紹介している。これを意識してます。配当履歴、気まぐれじゃないか、記念配当の誤差ではないか、減配しないかの確認。年間配当50円の鉄壁の守りは、そのはずですね。四季報株主構成を見ても、会社議決権をほとんどが厚生大臣、国が保有しています。減配しないことも日本郵政は公言しているし、事業内容、業績、時価総額は 4.11 兆円、上場企業3700社のうち上位100位の大型株に分類され、株価の変動幅もベース上低くなります。ちなみに僕は配当金の税金をすべて非課税になり、社会保険料や健康保険税の影響もゼロです。このチャンネルは退職金を運用しているリスナーが多いです。退職後の年金は税制優遇されていて、所得150万円まで非課税、150万円過ぎたそこから累進課税の最低税率 5% が適用になるので、配当金はしっかり満額もらっていきましょう。売上を徐々に落としているんだけど、配当金を下げる原因として毎回確認するだけで、下げないって言ってるので、無視していいですね。信用倍率の変化。機関投資家は基本、現物を取引するので、信用は個人の心境を把握するために良い指標です。下降トレンドはしばらく継続する参加者が予想していたことです。3月から大きく下げて、その間に売りでエントリーした人たちが利益を出している状態。一方で、信用買いは6月に大量の買いがあるので、これから上がるぞっていう投資家が多い。チャート分析第2段階。最近の日経平均の上昇っていうのは外国人投資家が買い越しして国内は売り越ししている状態です。投資種別々売買状況。株式で外国人が非常に少ないので国内の売りの影響が強く出たのかなと次に分析したのが面白い結果、参加者が買いに仕込んでいるのが分かりました。3月17日、機関投資家が売却。買い手がつかず満場一致で抵抗なく1108円に値下がりしました。一方で6月2日、再度機関投資家の売り。めちゃくちゃ売ってるのにもかかわらず、買い注文と拮抗して1006円で購入した参加者が多くいます。市場はいい加減安いんだから今の値段だったら買うよ。それを踏まえてアルゴリズム設定を公開していきます。注文でアルゴリズム設定。注文を入れている間は資金が拘束されるからアラーム設定を各自の端末、スマホで行うといいでしょう。僕だったら1009円でアラーム設定を行います。1000円以下だったら保有して下落しても下落以上の含み損を配当金でカバーすることが可能になるので価値確定です。おめでとうございます。1000円での約定したら以下のアルゴリズムを設定してください。損切りラインは910円。トレーディング開始は1060円。この時点で配当金以上の利益が確定しています。負けるという選択肢がもうなくなってるので、勝率 100% が保証されます。人間に任せるのはやめて、機械に監視してもらいましょう。最高値を更新して 3.5% の37円以上下落したら下げトレンドになる可能性があるので、利益の確定を行う。ここ3週間でチャンネル登録者が2000人、3000人ぐらい増加して、YouTube の運営から高い評価をいただきました。で、高い評価をいただいて、おすすめの動画として表示される回数が100万回とかいったんですよね。なんでこの話を今するか。このチャンネルは家族に教えるために、もしくは僕がもう一度記憶喪失になった時のために記録している投資の知識です。たくさんの人々がシェアで LINE で送ったり、メモしたり、いいねやコメントしてくださったり、YouTube AI は良いチャンネルと認識するんです。チャンネル登録者の中には、この手法は広まってほしくないからメンバーシップ限定にしてほしいという要望もあるけど、今は成長の過程で現状は好き勝手に発言していく。いいねよりコメントの評価が高いのは、内容を理解していないとコメントができないから。ちなみに、バッド評価ボタンを押しても、チャンネルにはプラス評価になります。最後に余談です。
チャンネルの登録者の傾向。僕のチャンネル登録者、視聴者は45歳以上が多く、退職金2000万円を運用する年齢を重ねても勉強することが楽しい人たちが多いようです。テレビのニュースは僕たち関係のないことで、それを見ても何の利益にないことを知ってる人たちが多いみたいです。そんな賢い人たちに視聴されて声に思います。アメリカの起業家ジム・ローンはこんな名言を残しています。付き合う友達5人の平均があなたという存在になる。大人とは週休2日の休みのためだけに5日間の苦痛を我慢すること。社畜として生涯を終える。そう21歳の時まで諦めていました。しかし付き合う人、人間関係で人生が変わっていきました。定員20名の大学でエリートとして編入して、頭が良く経済にも豊かなクラスメイトや教授に囲まれた学校生活。友達の中には結婚して子供もいて、家と車を買ってもらったっていう社長の息子がいたり、住む世界が違ったと思うんですよ。一番影響を受けたのは資産何十億円っていうのを持って趣味で仕事をしている教授の存在でした。冗談でどうやってお金持ちになったんですか？この質問が人生の分かれ目でした。ハリーポッター、マルフォイの付き合う友達は選ぶべきだと正しいことを言っていたんですね。悪役が際立つのは心が共感できる人間の本音だから。だから僕はマルフォイと友達になっていたでしょう。ボルデモートでも組織を築き上げ、仲間たちからは信頼されている優秀な上司。ここの視聴者がコミュニティを作れば自然とお金持ちの環境に自動運転してくれる人の居場所ができる。株の話を会社でできますか？学校でできますか？お金の話が悪いとか国の洗脳にもかかわらず、学者社会で働く労働者よりも不労所得の投資家の方が稼いじゃう世の中。不公平で残酷な世界を僕たちは生きている。しかし有利な立場に行く自由っていうのは与えられている。今いるポジションっていうのはあなたが望んだポジションなんです。今日もビジネスとお金について考える投資のすすめ YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらうチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつくんで、大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん、遊びも仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。ではごきげんよう。スピードに乗っている。俺の NSX も外から見ていてあんな風に見えた時があっただろうが、引き込まれる。この心地よいリズムに引き込まれてしまう。シンクロしていく。